今日は日本の家の値段について詳しくお話しします。日本で家を買う場合、どのくらいのお金がかかるのか、地域による価格差、新築と中古の違い、そして家を買う際に気をつけるべきポイントについて、最新のデータを交えながら説明していきます。まず、日本で家を買うときに最も気になるのは、どのくらいの値段なのか、という点です。2024年の最新データによると、首都圏における新築戸建ての平均価格は4595万円で、4ヶ月連続で上昇し、2017年1月以降の最高額となっています。特に東京23区では、平均価格が初めて7000万円台に達し、1億円以上の物件が全体の約 10% を占めるなど、住宅価格の高騰が続いています。これは、土地価格の上昇や建築費用の増加が影響していると考えられます。一方で、地方都市では比較的安価に家を購入することができます。例えば、北海道や東北エリアでは2000万円から3500万円。中部や関西エリアでは2500万円から4000万円。九州や四国では2000万円から3500万円ほどで新築の一戸建てが買えることが多いです。特に人口が減少している地域では、より安い価格で家を購入できるケースが増えており、地方移住を考える人にとっては魅力的な選択肢となっています。日本の中でも特に家の価格が高いエリアとして、東京23区、神奈川県の横浜市や川崎市、大阪市、名古屋市などが挙げられます。これらの地域では、新築マンションの平均価格が5000万円から7000万円。東京の中心部では1億円を超える物件も珍しくありません。一方で、青森県、秋田県、山形県などの東北地方や四国、九州の一部地域では1500万円から2500万円で家を購入することができ、東京や大阪と比べると大きな価格差があります。家を購入する際、新築か中古かを選ぶことも重要です。新築の家は最新の設備が整っており、耐震性能なども高いため、安心して住むことができます。しかし、価格が高く、特に都市部では5000万円以上が一般的です。一方で、中古住宅は新築よりも安価で、東京23区でも3000万円から4500万円ほどで購入できることが多く、リフォームをすれば新築同様に快適に暮らせます。ただし、日本では、築20年以上の住宅は価値が大きく下がる、と言われており、将来的に売却を考えている場合は注意が必要です。家を買う際に考えなければならないのが住宅ローンです。多くの人は銀行からお金を借りて家を買いますが、ローンには固定金利型と変動金利型があります。固定金利型は借入時の金利がずっと変わらないため安定していますが、最初の金利がやや高めに設定されています。一方、変動金利型は市場の金利に応じて変わるため、低い金利で借りることができますが、将来的に金利が上昇するリスクもあります。また、家を購入すると毎年、固定資産税を支払う必要があります。例えば、東京で7000万円の家を買った場合、年間30万円から40万円程度の固定資産税がかかります。地方の新築戸建てでは、2500万円程度の物件で10万円から20万円ほどが目安となります。マンションの場合は、固定資産税に加えて、管理費や修繕積立金を毎月支払わなければならず、維持費の負担も考慮する必要があります。さらに、日本の家は木造が多いため、定期的なメンテナンスも重要です。外壁や屋根の塗装は10年ごとに100万円から300万円程度、給湯器の交換は15年ごとに20万円から50万円程度かかることがあります。
長く住むためには、こうした維持費も考慮しておく必要があります。では、家を買うのと賃貸のどちらが良いのでしょうか。家を買うメリットとしては、長く住めば経済的に得になることや、自由にリフォームができること、老後の住居の心配がなくなることなどが挙げられます。一方、賃貸のメリットとしては、転職や移動がしやすいことや、家の修理や税金の負担がないこと、住宅ローンの心配がないことなどがあり、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。東京のように家賃が高い場所では、長く住むなら購入した方が得と言われることもありますが、転職が多い人や、日本に長く住むかわからない外国人にとっては、賃貸の方が便利な場合もあります。今回は、日本の家の値段について、最新の情報を交えて詳しく説明しました。2024年11月時点で、東京23区の新築戸建て価格が7000万円を超え、1億円以上の物件も増えていること、首都圏の住宅価格は上昇傾向にあること、地方では1500万円から3000万円で家を買えること、新築と中古の違い、住宅ローンや税金、メンテナンス費用など、様々なポイントを解説しました。皆さんは、日本で家を買いたいですか？それとも賃貸の方が良いと思いますか？ぜひ、コメントで教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日は、日本の家の値段について詳しくお話しします。日本で家を買う場合、どのくらいのお金がかかるのか、地域による価格差、新築と中古の違い、そして家を買う際に気をつけるべきポイントについて、最新のデータを交えながら説明していきます。まず、日本で家を買うときに最も気になるのは、どのくらいの値段なのか、という点です。2024年の最新データによると、首都圏における新築戸建ての平均価格は4595万円で、4ヶ月連続で上昇し、2017年1月以降の最高額となっています。特に東京23区では、平均価格が初めて7000万円台に達し、1億円以上の物件が全体の約 10% を占めるなど、住宅価格の高騰が続いています。これは、土地価格の上昇や建築費用の増加が影響していると考えられます。一方で、地方都市では比較的安価に家を購入することができます。例えば、北海道や東北エリアでは2000万円から3500万円。中部や関西エリアでは2500万円から4000万円。九州や四国では2000万円から3500万円ほどで新築の一戸建てが買えることが多いです。特に人口が減少している地域では、より安い価格で家を購入できるケースが増えており、地方移住を考える人にとっては魅力的な選択肢となっています。日本の中でも特に家の価格が高いエリアとして、東京23区、神奈川県の横浜市や川崎市、大阪市、名古屋市などが挙げられます。これらの地域では、新築マンションの平均価格が5000万円から7000万円。東京の中心部では1億円を超える物件も珍しくありません。一方で、青森県、秋田県、山形県などの東北地方や、四国、九州の一部地域では1500万円から2500万円で家を購入することができ、東京や大阪と比べると大きな価格差があります。家を購入する際、新築か中古かを選ぶことも重要です。新築の家は最新の設備が整っており、耐震性能なども高いため、安心して住むことができます。しかし、価格が高く、特に都市部では5000万円以上が一般的です。一方で、中古住宅は新築よりも安価で、東京23区でも3000万円から4500万円ほどで購入できることが多く、リフォームをすれば新築同様に快適に暮らせます。ただし、日本では、築20年以上の住宅は価値が大きく下がる、と言われており、将来的に売却を考えている場合は注意が必要です。
家を買う際に考えなければならないのが住宅ローンです。多くの人は銀行からお金を借りて家を買いますが、ローンには固定金利型と変動金利型があります。固定金利型は借入時の金利がずっと変わらないため安定していますが、最初の金利がやや高めに設定されています。一方、変動金利型は市場の金利に応じて変わるため、低い金利で借りることができますが、将来的に金利が上昇するリスクもあります。また、家を購入すると毎年、固定資産税を支払う必要があります。例えば、東京で7000万円の家を買った場合、年間30万円から40万円程度の固定資産税がかかります。地方の新築戸建てでは、2500万円程度の物件で10万円から20万円ほどが目安となります。マンションの場合は、固定資産税に加えて、管理費や修繕積立金を毎月支払わなければならず、維持費の負担も考慮する必要があります。さらに、日本の家は木造が多いため、定期的なメンテナンスも重要です。外壁や屋根の塗装は10年ごとに100万円から300万円程度、給湯器の交換は15年ごとに20万円から50万円程度かかることがあります。長く住むためには、こうした維持費も考慮しておく必要があります。では、家を買うのと賃貸のどちらが良いのでしょうか。家を買うメリットとしては、長く住めば経済的に得になることや、自由にリフォームができること、老後の住居の心配がなくなることなどが挙げられます。一方、賃貸のメリットとしては、転職や移動がしやすいことや、家の修理や税金の負担がないこと、住宅ローンの心配がないことなどがあり、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。東京のように家賃が高い場所では、長く住むなら購入した方が得と言われることもありますが、転職が多い人や、日本に長く住むかわからない外国人にとっては、賃貸の方が便利な場合もあります。今回は、日本の家の値段について、最新の情報を交えて詳しく説明しました。2024年11月時点で、東京23区の新築戸建て価格が7000万円を超え、1億円以上の物件も増えていること、首都圏の住宅価格は上昇傾向にあること、地方では1500万円から3000万円で家を買えること、新築と中古の違い、住宅ローンや税金、メンテナンス費用など、様々なポイントを解説しました。皆さんは、日本で家を買いたいですか？それとも賃貸の方が良いと思いますか？ぜひ、コメントで教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。